ドラレコに駐車監視モードついてるから当て逃げされても安心と思ってますよね。実はその油断が犯人を逃してしまい、修理代全額自腹の最悪の展開につながります。今の設定のままだと証拠が残らず泣き寝入り確定なので、今回は駐車監視モードを限界突破させて絶対に当て逃げさせない裏技をご紹介します。ということで、駐車監視モードを限界突破させるのに必要なアイテムを入手しましたので、早速どんな感じか開封していきたいと思います。まずは日本語の説明書、取り付け方から使い方まで詳しく書かれてますね。そしてこちらが今回車に取り付けるアイセルというドラレコ専用の外部バッテリーになります。バッテリーの容量は 153Wh と一般的なバッテリーの 1.5 倍以上の容量になってまして、これを車に取り付けるだけで最大で連続70時間、ほぼ3日間も連続して駐車監視が使えるようになるやつですね。見た目はピンクゴールドのような色でアルミでできているので、放熱性と耐衝撃性に強くなってます。本体以外には電源コードやドラレコと配線するコードなど必要なものは全て入ってます。ただ最近ニュース見てると、夏場の車内でモバイルバッテリーを放置して火事になったと結構報道されてて、それ聞いた後でこんな大容量バッテリーを熱くなる車内に固定して使うのはリスクやなと思うのが普通ですよね。ただ今回のドラレコ専用バッテリーはモバイルバッテリーに多い普通のリチウムイオン電池を使っていなくて、安全性が高くて衝撃にも強いハイブリッド車にも使われているリン酸鉄リチウムバッテリーを使っているので、夏場の高温になる車内や長時間駐車でも安心してドラレコに電気を送れる安全なバッテリーになります。また本体に複数のセンサーが搭載され、過充電や過放電を検知すると動作を停止したり、高温検知センサーもあるので、本体が熱くなりすぎると動作を停止してくれるので安心して使える仕様。もちろん PSE マークという日本の電気用品安全法に基づいた厳しい安全基準を満たしていることが証明されているマークもついているので安心して使えます。そして今回もう一つ同時につけるのがオプションの GPS パーツ。これつけると、例えば自宅など駐車監視がいらない場所だと自動的にアイセルからドラレコへの電源供給をストップして、駐車監視モードが自動的にオフになり、無駄な電力を使わないようになるので、これも同時に取り付けてもらいますと。説明はこの辺にして、早速車に取り付けて実際にどんな感じで使えるかやってみたいと思います。取り付けですが DIY でも知識があれば大丈夫ですが、よくわからん状態で電装系をいじるのはよろしくないので、わからん人はプロにお願いしてください。僕もあまり電装は詳しくないので、いつもドラレコ取り付けでお世話になってる角間にあるお店で取り付けてもらいました。取り付け時間はだいたい1時間程度で、取り付けてる様子を撮影させてもらったんですが、取り付け自体はコードつなぐだけである程度知識あればできそうやなと横で見てて思ったんですが、絶対に無理やなと思ったことがありまして、アイセル本体をシートの下とか直射日光の当たらないところに設置するようになってるので、シート下に設置してもらったんですが、まさかの内装のカーペットの下とか、こういうプラスチックの内装の中とかに綺麗に配線通してグローブボックスまでケーブルを持っていって、すでについてるドラレコの電源とつないでくれたりと、配線が全く見えない取り付けをしてくれて、素人じゃ内装を壊しそうな作業めっちゃあったので、今この動画見てて無理やなと思った方は安定のプロに丸投げしましょう。角場にあるプライムエージェントさんの場所は概要欄に Google マップのリンクを貼っておくので、ワンタップで一瞬で見れるようにしておきます。ということで車に着きましたので、早速どんな感じか見ていきたいと思います。こちらが取り付け後の見た目。シート下に完全に隠れて変な配線とかも見えないので、すっきりした見た目。シート下にあるのでオーナー以外絶対にこの存在に気づかないやつですね。あとはオプションの GPS 端末。これは助手席側のパネルに取り付けてもらいました。この GPS 端末ついてると、ドラレコ電源オンオフをスイッチ一つで切り替えたり、この小さいボタンを押して自宅の場所登録をすると、自宅の駐車場では駐車監視を勝手にオフにしてくれる便利機能が使えるようになります。なので運転席から手が届く範囲に取り付けるのがいいと思います。見た目を気にする人はグローブボックスの中とかでもいいかなと思います。この GPS 機能についてはまた後ほど詳しく解説しますので、早速アイセル本体を見ていきます。エンジンがかかってるとこういう感じで周りが青く光って、この小さいモニターにバッテリー残量や充電状態がパッと見でわかるようになってます。この光る機能はもちろん設定で消すこともできるので安心してください。またこの右に見えるスイッチ 8A と 4A とオフ、これを 8A にすると充電0から満タンまで約100分、4A だとほぼ倍の190分で充電満タンになりますね。そしてこのスイッチをオフにするとアイセル本体の電源が切れます。
8A と 4A の違いは充電速度の違いで、8A の方が満タンになるまで早いんですが、その分多少バッテリーの劣化も早くなるんですが、 Google でいろんな人のレビュー見た結果、2年使っても数%しか減ってなかったそうなので、8A で使うのが快適な気がします。実はこのアイセル取り付けてから今で1ヶ月以上経つんですけど、取り付けてから設定を変えるとかそういう面倒なことは一度もなくて、取り付けたらそれで終わりです。何もしなくて大丈夫です。アイセルを取り付ける前は車のバッテリーから電気を取って駐車監視機能を動かしていたので、ある程度バッテリーが減るとバッテリー上がりにもつながるので、結構余裕持って自動的に駐車監視がオフになるようにドラレコ本体で設定してたんですが、これはドラレコ専用バッテリーなんで全くそんなん気にする必要がなくなりました。もしこのアイセルの電池がゼロになっても車のエンジンがかからなくなるとか、そういったシビアなことは起きないし、車のバッテリーの劣化を遅らせることができるので、これが導入する一番のメリットかなと思います。今だとドラレコやディスプレイオーディオ、デジタルミラーやレーザー探知機など電気を使うアイテムめっちゃあるので、昔に比べると明らかに車のバッテリーを使うことが増えて、毎日運転するような人であればそこまで問題ないと思いますが、週末だけ運転するような人だと常に車のバッテリーを使って駐車監視モードを使ってると充電不足になりやすく、バッテリーの劣化を早めます。そこでドラレコ専用のバッテリーを使えば車両のバッテリーを保護しつつ、これまででは絶対に無理だった最長で70時間連続の駐車監視が可能になります。今僕がメインで使っているこの70マイルドラレコの画質が綺麗すぎて GoPro いらないレベルの性能で、最近では YouTube の車載映像全部70マイルのドラレコ映像をそのまま使うレベルで活用してまして、このドラレコの強いところが 4K で撮影できるところと、このスターウォーズ的な見た目の本体、これがまさかの360度回転して、例えば駐車中に不審者検知するとカメラが一生その不審者を追いかけて、普通の前後ドラレコだと視覚になったらもうそこで録画終了なところ、70マイルだと360度回転してずっと不審者をカメラで映し続けてくれるので、車を止めてる時も安心できます。僕は過去に何度も当て逃げにあって、犯人見つからなかった時は自腹で2、30万円ぐらい払ってるし、無駄に保険の登記も下がったので、ガラガラの駐車場でわざわざ隣に止めてくるトナラーがめっちゃ嫌いで、当て逃げされた時の動き大体分かってるんですが、人の車に当てるとほとんどの人が当たったか見る人が多いですね。そこで一部の人はなぜか逃げていく人がいます。実は日本の当て逃げというか、警察が結構適当で、犯人が当たったこと知らなかったとか気づかなかったと言えば当て逃げにならないんですよね。間違いなく当たったところを確認している証拠がなければほぼ当て逃げとされないです。しかも当て逃げのきついところが、これ物損事故になるので、もし犯人が見つかっても当て逃げでダメージを受けたところを修理するだけで、慰謝料や仕事の損失分など一切請求できません。 SNS とかで当て逃げ犯見つかったから慰謝料と迷惑料請求しようとか言ってる人結構多いんですが、あれ実は無理です。つまり当て逃げの処理のせいで大事な仕事がキャンセルになっても何の保証もしてもらえないし、壊れたところを修理して終わり。もし犯人が見つからなかったら自腹で修理するか自分の保険使って修理することになるので、保険の時も下がって毎月の支払いも上がります。これほんと意味わからないですよね。それを防ぐには鮮明な映像が残っていることが一番大事で、衝撃音やナンバー、降りてきた瞬間まで全部撮れていれば言い逃れはほぼ不可能。だからこそ駐車監視モードと専用バッテリーの組み合わせで長時間&高精度の記録を残すことが最大の防御になります。僕はいろいろドラレコの動画作ってますが、現状ですね、70マイの 4K 回転ドラレコが強すぎるので、アイセルは70マイにつないで駐車監視モードを限界突破させて、ミラー型ドラレコは走行中は普通に録画してますが、駐車監視はオフにして普段使ってます。そして当て逃げされるのって大体が自宅の駐車場以外がほとんどなので、冒頭でさらっと紹介した GPS 端末がここに来て活躍します。例えば自宅のガレージでは駐車監視する必要ないと思うので、このボタンを1回押してあげると自宅の GPS 情報が本体に記録され、その場所にいるときはエンジン切った後のドラレコへの電源供給を自動的に止めるので、ドラレコ本体で駐車監視モードをオンにしてても電気が流れてこずに物理的にオフになる仕組みです。これ何が便利かというと、これまでなら毎回ドラレコの設定画面で駐車監視のオンオフをしてたと思いますが、この GPS 端末を使えばドラレコ本体の設定では駐車監視オンになってるけど、物理的に電気の供給を止めるので駐車監視せずにそのまま電源が落ちて、アイセルのバッテリーが減らないので、いつ出かけてもバッテリー満タンでお出かけできるようになるので、出先の駐車監視時間を最大限まで引き伸ばすことができます。もし充電がゼロだったとしても走ってれば100分で満タンになるので、週末にしか車に乗ら
ない人はこの GPS オプションがあると結構便利なのでおすすめです。これまでの話をまとめると、車のバッテリーを保護して駐車監視モードを限界突破させるドラレコ専用バッテリーのアイセル、自宅のガレージなど不要なところの駐車監視を GPS で自動的に判断して電源カットしてくれる iZone、 この2つがあれば 153Wh の大容量で最大約70時間の駐車監視、リン酸鉄リチウムバッテリー採用なので高温衝撃にも強く安全性抜群で、オールアルミボディで放熱性と耐久性が高く、これまでみたいにドラレコが車両のバッテリーから電源取らないので、車両バッテリーの劣化を早めずに最新のドラレコと組み合わせれば 4K の鮮明な映像で知らんかったと言わせない絶対的な証拠を長時間残せます。もし当て逃げが心配、長時間駐車でも安心したい、車両のバッテリーの劣化が気になっている方はこれ使うと全て解決しますので、概要欄に詳細を確認できるページを貼り付けておきますので、詳しく読んでいただければと思います。こちらのチャンネルではカー用品全般のレビュー動画を定期的に投稿していますので、この動画が参考になったと思った方はぜひチャンネル登録と何でもいいのでコメントお待ちしております。ということでまた次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。